初めてだわ。はい、キーノートでようこそ。ですね、まず私のキーノートの前に2つほど、スポンサーセッションがありますので、スポンサープレゼンテーションがありますので、そちらをご覧ください。よいしょ。いいスポンサーセッションでしたね。それでは始めます。Programming Language for AI。Ruby 会議のスケジュールを見る、プログラムを見るとですね、驚くほど AI の話がないんですね。で、現代においてですね、なんかテックカンファレンスすると必ず AI の話ばっかりするのに誰もしないので、後から僕は RFP とかないので、後から決めたので、じゃあちょっと AI の話するかって言ってタイトルをつけましたが、AI の話を必ずしもするとは限らないっていう。はい、今日の目次になります。松山と、リバースアルファシンドロームと、プログラミングランゲージフォー the AI Age ということについて話します。松山。これ今日最終日なんですよね。松本さんの最後のセッションのキーノート楽しみにしてますって言ってくださった皆さん、ハードル上げてくださってありがとうございます。どうしよう。でも松山楽しかったですよね。はい、聞いてよかったと思います。私自身もそう思います。皆さんもそう思っていただけたらいいんじゃないかなと思います。よく聞かれる質問としてですね、松本さん来年どこでやるか知ってますかっていう質問があるんですが、公式な答えはですね、ノーです。私知らないですね。福岡でやった時は次松本でやるっていうのを楽をねこう見せて松本ってやるあのネタがやりたいがためだけに松本でやるって事前に教えてもらったんですけど、それ以外の時はですね全く知らなくて、この後多分全部のクロージングセッションの中で、次回の場所発表されると思うんですけども、皆さんと一緒に驚くことになっています。はい、松見よかったという話ですね。次じゃあ、次はですねアルファシンドロームの話をしようと思います。アルファシンドロームって言葉を聞いたことがある人もない人もいるかもしれませんけれども、これは別に学名でも何でもなくてですね、一般的になんていうの普通俗的に言われているだけのことなんですけれども、犬に関する話です。うちの犬です。で犬っていうのは、一般的に群れで生きる生き物だ、もともと群れで生きる生き物だったというふうに言われているので、あまり可愛がってやるとですね、甘やかしたり可愛がったりとかすると、こんなにみんなが親切にしてくれる私は、この群れのボスじゃないだろうかというふうに勘違いをして、アルファっていうのは群れのリーダーのことですね。で、それで他の家族がですね意に染まないことをすると噛みついたりとかですねわがままを言ったりとかするようになるんですね。そういうのをアルファシンドロームって言うそうです。で、これと同じようなことのこのアルファシンドロームですね、逆がですねこの AI 時代に問題になるんじゃないかなというふうに思っています。というのはどういうことかというと、今日の AI っていうのはその人間より賢いところもあるんですけども、少なくとも英語とかについては私よりも賢いんですけれども、ただ例えばプログラミングについてとかいろんなところについてですね、完全ではないですね。よくなんか全然コンパイルも通らないようなコードを出してきてですね、お前この野郎って思ったりすることはあるんですけども、で、そうするとですね AI って得意なことと苦手なことがあるんですよ。で得意なところっていうのは、例えばそのプログラミング、こういうことをするプログラミングを生成してみたいなことをするとスラッと出してくるんですよね。私たちがキーボードをタイプしてコードを作るよりも早くコードを生成してくれることがあってですね、でそういうのは得意なんですよね。よく間違ったりとかですね、思ったように動かなかったりバグがあったりしますけど、それはそれとして、こういう楽しい人間にとって楽しいこともですね、コンピューターは得意なんですね。一方ですね
交渉であるとか、仕様を決めたりとかですね、顧客から仕様を吸い上げたりとかですね、そういうようなことはあんまり得意ではなかったりするんですね。そうすると、AI ができないので、我々が人間がやりますっていうふうになるわけですね。で、皆さんの中にはですね、もしかすると、プログラミングという仕事そのものが、全部 AI がやるようになるので、我々はもうコーディングしなくなるんじゃないだろうかというようなことを心配したりとかですね、あるいはすでにもう諦めてしまっている人たちもいるかもしれない。ね。そういう感じで、その AI にいろんなAI の得意なことだけやらしてると、その私たちが AI のために働くということになってしまうんじゃないかなということをだいぶ危惧しています。で、私たちが主人で、コンピューター、あるいは AI は、奉仕者である。しもべなんですね。そんなこと言うと未来で差別的だとか言われるかもしれませんけれども。で、ただ、その AI と一緒に仕事するときに何を AI に任せて、何を自分でやるかということについては、ちょっと改めて考えた方がいいんじゃないかというようなことを考えます。で、ここで出てくるのはですね、リバースアルファシンドローム、逆アルファシンドロームですね。どういうことかというと、相手ができないことがたくさんあると、できないことをできないことは自分でやらないといけないし、やってあげないといけないし、できることだけお願いしないといけないわけですね。で、そうするとですね、だんだんですね、できない方が偉くなっちゃうんですよ。つまり、彼らのためにできないことをやってあげるっていう奉仕をしなくちゃいけないので、意図せず我々が自分のことをしもべ扱いしてしまうっていう。でもちろんその AI とペットと違って AI は自分のことが群れのリーダーであるとか自覚はないですし、人間を管理しているなんてことは全く思ってないんですが、だけどできないことがあるゆえに、私たちが彼らのことに奉仕しなくちゃいけなくなってしまうと、私たちがしもべになって、結果的にそのコンピューターが、主人になってしまうというようなことがあるんですね。で、これがそのリバースアルファシンドローム、逆アルファシンドロームです。で、我々プログラマーは今、この逆アルファシンドロームに対してですね、非常に強く気をつけなくちゃいけないという時代が来ていると思います。AI 様がですね、できることは、自分が、それ僕がやりたいんだけどな、僕がやった方が楽しいんだけどなって思うようなことも AI 様の方ができるからやらして、で、自分ができない、AI 様ができないことはですね、仕方ありません、私がやりますって言って、AI のためにやってあげるみたいな。だんだんその母性が目覚めてきてですね、AI の世話をするような、世話係に出してしまうわけですね。だけど、本当は、その AI は私たちを助けるために作られるべきだと思いますし、で、AI の方が私たちのために働くべきだと。で、どんどん賢くなっているので、どんどん便利になっているんですが、ただ、AI は私たちの主人ではなくて、で、私たちがコンピューターの主人である必要があると。で、私たちがですね、しもべとして奴隷のように働くときにですね、それは全然楽しくないんですね。で、それはそのプログラミングの楽しさを、Ruby の最も重要なゴールをですね、見失うことになるんじゃないかなというふうなことを思いますので、ぜひ皆さんにはですね、AI を使ったりする、多分ね AI 使うことあると思うんですけれども、そういう時はですね、どの仕事をどれだけ任せて主導権を誰が握るかということについて改めて考える必要があるんじゃないかなという警告をしておきます。はい。で、マクロはこれで終わりで、これからですね、プログラミングランゲージ for AI 時ということで、AI 時代のプログラミング言語にどんなものか、どんな特質が必要かというのについてお話ししようと思います。これがですね、今日のタイトルがもしプログラミングランゲージ for AI のためのプログラミング言語は何か、AI を作るために使うプログラミング言語は何かっていう質問が出たときには、答えはですね、Python 使えと。以上。
で終わってしまってですね、こう話にならないので、改めてプログラミング言語を AI 時代に私たちがプログラミングするときに、で、どんなプログラミング言語が望ましいかということについて、松本なりに話そうと思います。はい。で、皆さんですね、Ruby のプログラマーだと思う、なんか C プログラマー見かけますけども、それ以外ですね、Ruby のプログラマーの人たちは、こうプログラムするときに、実際に AI の補助を受けている人ってどれぐらいいますかね。ちょっと手挙げてもらってもいいですかね。例えばカーソルとか VS コードとかで、コパイロットとかなんとか使ってる人結構いますよね。もう半分超えてますよね。もう7割、8割ぐらいいってるんじゃないかな。ありがとうございます。結構な割合で AI を使っていると。で、私もたまに使うんですけど、AI 使いどころが難しくてですね、同じパターンのアプリケーションがいっぱいあるときは強いんですよ。つまり、Rails アプリケーションを作りますって、同じアーキテクチャ、モデルビュー、コントローラーのアーキテクチャですとか、で、ビジネスロジックはそれぞれ違うし、外見もそれぞれ違うけど、基本的なアーキテクチャは同じですっていうようなところはすごい強いんですよね。パターンにはまるから。で、なんですが、Ruby を作るって話になったときに、私プログラマーとしては MRuby の方がたくさん作ってるんですけども、参考にするソースコードが MRuby なんですよ。で、MRuby のコードを参考にして MRuby を作るとですね、同じコードが出てくるんですね。全く役に立たない。で、役に立つときと立たないときがあるわけなんですけれども、で、ただ、その AI っていうのは、ほとんど毎週のようにどんどん賢くなっているので、もしかすると、こう未来においてはですね、十分に賢くなって、で、モデルに存在しないようなものでも、ちゃんと理解して、新しいものを作り出すことができるようになる未来っていうのは、そこまで、こう、なんか何十年も先みたいなことではなくなっているような気がしてきました。で、そうなると、そういう時代に、つまり今の AI だけではなくて、十分に賢い AI がプログラミングを支援することができるような未来において、どんなプログラミングランゲージをどんなプログラミング言語を皆さんが使うかと、どんな特質を持ったプログラミング言語を皆さんが使うかということについて、どんな言語を皆さんが使うかということについて、改めて考えてみようと思います。多くの人が言うのはですね、人間の言葉を使うんじゃないのっていうことがあります。実際ですね、こう、コードを直接書くよりも、なんかこんなプログラムが欲しいとか、日本語とか英語で書いて、で、その結果出力してきたものを見るみたいなことが結構増えているので、人間の言語、AI 時代の言語、プログラミング使うための言語っていうのは、実はその自然言語、人間のための言語であるという想像は、想像に難くないっていうかですね、実際そういうふうに今なってきています。で、例えば何が欲しいのかとか、どんなものを達成したいのかとか、それによって世界をどういうふうに変えたいというゴールとかビジョンとかを表現するときに、やっぱりこう、プログラミング言語で書くよりも、人間の言語で書くことの方が多かろうというふうに思いますし、実際問題として、自然言語で AI とコミュニケーションするっていうのは、よくありそうな話ではありますが、一方ですね、多くのケースにおいて、特にそのプログラムの、中身について話すときにですね、自然言語っていうのは冗長に過ぎるんですね。で、考えてみるとですね、例えば古代ギリシャ時代とか古い時代においては、数学のことを、数学についてこう論文を書いたり議論したりするときに、すべて自然言語を使っていたんですね。で、なんですが、16世紀ぐらいに、数式が発明されてた後、数学の発展というのは非常に伸びたというふうに聞いています。確かにね、自然言語だけで微分積分を説明しろとか言われると結構だいぶ辛い感じがしますけれども、で、数式の登場っていうのは、だからその数学的な概念を自然言語で書くよりも、より簡潔により分かりやすく表現し、そんなことによってこう今までになかったような数学を組み立てることが人類にできるようになったということを考えると、例えば簡潔であるとか明確であるとか、それから論理的であるとか、
そういうその新しい表現、何らかのその人工的な言語がそういう特質を自然言語よりもより簡潔だったり、より明確だったり、より論理的だったりするような時に、もっとよくそのプログラミングはできるのではないかというふうなことが推測できます。で、それはおそらくその何らかのそのプログラミング言語になるだろうということも想像できます。なぜならば、そのプログラミングにする私たちはここ何十年かの間、プログラムをするために、人間がコンピューターに何をするか伝えるために、そのプログラミング言語というものを使って、話して意図を伝えてきましたし、で、それによって、人間とその機械がお互いにどういう仕事をするかということをコミュニケーションしてきたわけですね。で、じゃあプログラミング言語を使ってAI 時代にプログラムをするようになりますと。で、AI もプログラムを作るかもしれないし、私たちは AI の作ってきたプログラムを手直しするかもしれないし、あるいは私たちの作ったプログラムを AI が保管してくれるかもしれない。そういうその相互補完的な日本語が分からなくなってきた相互補完的なですね、関係がこれから出るだろうというふうに考えます。で、そのような言語がですね、どういう特質を持つか。で、よく言われるのはですね、静的型を持つんじゃないかと。なぜならば今のプログラミング言語はすごく静的型の言語が流行してますし、例えば JavaScript じゃなくて TypeScript であるとか、C++ じゃなくて Rust であるとか、そういうふうになってきているし、かつ、その AI が変なプログラムを出してきたときに、コンパイルエラーが出るので、そもそも変であるということが分かりやすいということがあるんですね。で、静的な型があると、人間が書いたプログラムに変な間違いがあると、より早く見つけることができる。これは大きなプラスですし、で、同じことはコンピューターが生成したプログラムにも言えて、コンピューターが出したプログラムの中にあるエラーを、型チェックによってより早く発見することができるというのは、事実だと思います。ただですね、それは今事実であるということになって、未来についてどうかということを考えたときに、未来において本当にそれは必要な特質だろうかというふうに、皆さん結論分かってると思いますけれども、そのまま聞いててくださいね。Ruby 界隈だけに限らずですね、多くの人たちはですね、特にその動的な型言語に馴染んだ人たちはですね、型についてあまり気にしない人が多いんですね。なぜならば、型とは自明で、型間違いをするっていうことは、もちろんその人間はうっかりしているので、よく書き間違えたりとかするんですが、でもそれも割とすぐ見つかるんですね。で、私たちにとって型間違いっていうのは、うっかりしてしまうこともあるけど、大体は大したことはないよねっていうレベルのものなんですね。で、疑うであれば、例えばスモールトークの人とか、リスプの人とかに聞いてみたらですね、この間、なんだっけ、サンディメッツが YouTube かなんかで、型エラー出したことないんだけどとか言っててですね、僕よりすごいなとか思いながら見てましたけど、型エラーは大したエラーではなくて、本当に大事なエラーは論理のミスであるとか、なんだっけ、仕様の間違いであるとか、そっちが重要で、型エラーは本当にトリビアルであるというふうに言ってる人もいます。で、そういう人間もね、十分に賢ければ、型エラーが、あまり気にならないようなスタイルでプログラムできるのであれば、十分に賢い AI が、そこについて気にする必要はあんまりないんじゃないかな、というふうに考えるんですね。で、もちろん私がプログラムするときに、たまに型エラー見つけます。これは本当は、整数渡さなくちゃいけないよとか。で、なんだけど、大体その、馬鹿げた打ち間違いとかタイプミスとかそのレベルなんですよね。そうすると、十分に賢い未来の AI がそういう感じのエラーをするっていうことを仮定するのは、あんまり必要ないんじゃないかなというふうに思うんですね。で、現代においてもですね、例えば抽象解釈みたいな方法を使って、型エラーを、ある程度見つけることができるっていう事実を考えると、未来の十分に賢い AI が型エラーについて私たちが型エラーをしたとしても、それが間違ってますよって教えてくれるし、で、AI が、これこういうようなメソッドで作りますよって言ったときに、そこに型エラーが含まれるっていうことを考えるのは、ちょっとあまりにも悲観的すぎるんじゃないかなというふうに思います。
で、じゃあそれにもかかわらずですね、まあ、その性的活動大好きな人いっぱいいるんですよね。ここは比較的少ないかもしれないけど、でもまあ、でもね、まあ、スティーブとかもあるし、Ruby の世界でもスタティックタイピングいっぱいあるんですけども、で、まあ、性的型にはメリットいろいろありますよね。まあ、型チェックによって、まあ、エラーを早く見つけられるのは最大のメリットではあるんですが、それ以外にもですね、例えば型の情報が、ドキュメントになるので、このメソッドが何をするかっていうことを型情報から分かりやすいとかいうようなこともあると思いますし、あるいはその型の情報がある方が、まあ、最適化をして、より高速にプログラムを走らせることができるようになるというようなことができるというメリットについて語っている人もいます。まあわかる。それから、現代において、その非常に流行する言語が、静的型の言語が多いので、人気が高い言語が静的型を持っているので、皆さんが静的型を使うということはあると思います。だけど、実は私、あんまり言われてないけど、最大の理由じゃないかなと思ってるのは、静的型楽しいんですね。で、どういうことかっていうと、まあ、C プログラマーの人は分かるかもしれませんけど、C には静的な型があるんですね。で、メインとして C プログラマーである私は、まあ、日々静的型チェックの恩恵によくしてるわけなんですけども、なんですけど、非常に、例えば C の静的型は非常にシンプルなので、メリットは、まあ、型チェックができるっていうメリットはあるんですが、まあ、比較的簡単でもあるんですが、ただですね、まあ、不完全なんですよね。つまり、型情報がなくなったりとかですね、型情報を騙したりとかですね、簡単にできちゃうんですね。で、まあ、よりその問題をその型によって的確に表現するためにですね、もっとその、複雑な型システムが必要になります。例えばそのジェネリックとか型パラメータとかですね、必要になることがあるかもしれませんし、あるいは代数的データ型とかを使うと、よりこうロジックの一部をですね、型にエンコードすることができるということもあります。で、まあ、それによってですね、より的確に型によって問題を表現することができるようになりますし、で、かつですね、それだけ難しくなるんですね。で、難しくなればなるほど楽しいんですよね。パズルみたいなもんですよね。すごい簡単なパズル、例えば15パズルってありますけど、15パズルの世界選手権とかないんですよね。で、簡単すぎるから。だけど、それがルービックキューブぐらい複雑だと、なんかどれぐらい早くできるかとか、どんなに新しいやり方があるかとかですね、やり始める人がいて、ハマるんですよね。つまり、難しければ難しいほどいいっていう人たちがいるんですよ。で、型大好きっていう人の中にはですね、まあ、ベネフィットがあるから人気があるからっていう理由だけではなくて、型やるとすっごい難しいパズルで楽しいっていう人が結構いるんじゃないかなというふうに思ってます。で、まあ、誤解してほしくないのは、別にそれを責めるつもりは何もない。型楽しいのは私もわかるし、で、それにハマる人がいるのもそれはわかる。で、楽しさは大事ですよね。楽しいの大事。私たちは楽しいから Ruby を選んでる人たち、まあ、上司に言われたから選んでる人たちも結構いると思いますけど、で、根源的にはですね、楽しいから Ruby を選んでるんですよね。で、Ruby 会議も来るんですよ。Ruby 会議楽しいですよね。発表何言ってるか分かんないけど。で、作った私でさえですね、Ruby 楽しいから Ruby 作ってるんですよね。だから、他の人が他の言語で楽しいって思うこと、それすごくいいことだと思うんですよ。どうぞどうぞってやってくださいっていうふうに思うんだけど、だからといって、ね、静的型使って楽しいって思ってる人たちが、で、お前らはその我々の楽しさは分からないからダメだみたいなこと言われる覚えはないなっていうふうに思うんですね。で、それはそのリンゴとみかんを比較しているようなもので、リンゴの連中がですね、俺たちは美味しいぞとか言われてもですね、だからお前はみかんなんか食べなくてリンゴ食べるよって言われても知らんがなっていうふうになるわけですね。で、静的型の悪口はこれまでだ。でですね、現実、
話を元に戻すと、現実問題として、未来の時代、AI が十分に賢くなった未来において、プログラミング言語はどのような特質を持つべきかっていうことを考えたときに、私はこう思います。つまり、一つは簡潔さ。で、もう一つは、表現力。で、もう一つは拡張性だと思ってます。つまり、簡潔だっていうことは、つまり、同じことをやるならば、より短い情報で、表現できる方がいいと思います。で、現代的なセンスで言えば、トークンの数が少ない方が、長いこと、トークンウィンドウに残っている情報が残っているので、より多くの、情報、AI から引き出すことができるという点において短い方がいいっていうのは、わかりますけど、でも未来の話なので、トークンウィンドウとかいう概念は存在しなくなる可能性が高いので、そこは重要ではないんですが、より効率的に AI とコミュニケーションができるという観点で、短い方がいい。で、可能であれば、その最小限である方がいい。で、かつ、その人間がそのコードを見たときに、これは何をやってるコードだっていうことが分かりやすい方がいい。なんかいろんなね、おまじないとか、補足的なデータみたいなものはできればない方がいい。で、それはですね、数式と同じ特質だと思うんですね。数式って教科書の数式って型とかないんですよね。これインテジャーだとか書いてないんですよね。自明だからってのもあるんですけど、あるいは、これも教科書で、アルゴリズムの教科書があるときに、で、最近減りましたけど、ちょっと前だと疑似言語で、アルゴリズムが書いてある教科書いっぱいあったんですね。で、型とか、そういう、なんか宣言とかですね、最小限にして、で、アルゴリズムの本質的な部分に集中しようという目的で、疑似言語を使って、アルゴリズムを表現している言語です。それは、より短い方が、より分かりやすい、人間にとって読みやすい、本質的なところに集中できるからですね。で、AI のヘルプがあるときに、で、そういう簡潔さというのは、より重要視されるんではないかというふうに考えます。で、もう一つは、その表現力ですね。で、AI に短い言葉で表現伝えることができるんだけど、リアルワールドアプリケーションを書くにはちょっと能力が足りないみたいなことだと困るわけですよね。で、私たちは Ruby 作るときに、ハローワールドも書くけど、あるいはフィボナッチ数列を計算するプログラムも書くけど、それではご飯が食べれないんですよね。で、私たちが仕事として Ruby を使うときに、で、仕事の問題も解決できる言語でないと困るんですよ。ので、現実世界の問題を記述することができる能力を持っていて、かつ、本当にそれが、記述できるだっていうことを実例によって証明しているという、この記述性が求められる。そうだ。で、拡張性ですね。で、短い表現でできるかもしれないけれども、で、例えばウェブアプリケーションを作る人たちと、ゲームを作る人たちと、組み込みアプリケーションを作る人たちでは、それぞれ必要される語彙が違うと思うんですね。そうすると、その必要な語彙を埋めることができる拡張性が必要だというですね。で、言語としてもそういう拡張することができる機能が必要ですし、で、実際に、それを、語彙を提供してくれるような、ライブラリ、ジェムとかがあるのが望ましいと思いますね。あるいは、その表現をするために、DSL、ドメインスペシフィックラングエッジですね。DSL は、その言語の上に記述できるような特質が望ましいということを考えます。で、こういうその簡潔さとか表現力とか拡張性とかいうことが、未来のAI 時代の言語に求められる特質だというふうに言うと、なんかそういう言語知ってますよね。もう分かってるとは思いますけれども、それ Ruby っていう言語あってですね、なんかさっき言った特質とだいぶ備えてるんですよ。ね、こういうのを謙虚不快っていうらしいんですけど。で、もちろんその未来のことは分からない。未来は本当にどうなるか分からないので、で、これこそが未来だっていう断言できるほど預言者ではないんですが、ただですね、こういう未来は十分にあり得るということですね。で、
これを現実にするために私たちが一体何ができるかっていうことを考えたときに必要なものっていうのは、データとツールとパフォーマンスだというふうに思います。データについて言うと、AI にとって全ての言語は平等ではないんですね。で、少なくとも現代においては、データ、サンプルがたくさんある言語、読み込んできたデータがたくさんある言語の方が、強いんですね。ので、正直なところ、よりたくさんモデルの中にコード情報がある言語の方が、より正確な結果を得ることができるというのは事実だと思います。で、そうすると、このことはですね、このよりたくさんのモデルがよりたくさんのコードを知っている言語の方がより正確であるという性質はですね、多分その予測可能な未来、といっても AI の世界なので数年だと思いますけど、ここ数年ぐらいは、それは事実だと思うんですね。そうすると、正直はですね、その Ruby のプログラムを作った時にですね、文脈をあんまり指定しないとですね、割と古めのなんていうの、イディオムとか使ってきたりとかすることがあってですね、これ最近あんまりそういう言い方、やり方、書き方しないんだけどな、みたいなことがあるって話は聞いたことがあります。で、そうするとですね、よりたくさんのコードを AI に教えてやらないといけない。で、しかもですね、古めかしいコードではなくて、モダンなコードをより多く AI に教えてやらなくちゃいけないと。で、そうすると、もっと多くの、クオリティの高いコードを公開する必要があるし、オープンソースにする必要もあります。で、私が最近お話しした、ここにも社員が何人も来てる会社の中では、オープン AI とかと交渉して、自分とこが作ったり、自分たちで、チェックした、モダンでクオリティの高い、Ruby のコードを全部パックして、で、まとめて、オープン AI とかに送りつけようみたいな話をしているらしいです。で、これが現実化したら、オープン AI だけじゃなくて Google とかも話をすると思うんですけど、で、これが現実化したら、で、我々は、今、割と近いうちに、Ruby、AI が生成する Ruby のコードのクオリティが上がるっていうことがあると思います。で、あるいは、皆さんが自分の、自信のあるコードを、GitHub とかでオープンソースとして公開するときに、で、より、クオリティの高いですね、Ruby コードがAI からもらえるっていう事態が来そうな気がします。はい。次ですね、ツールですね。AI があってもですね、現時点では AI なかなか信じられないので、で、ツールが人間の方を支援してくれることはたくさんあります。で、ルボコップ、スティープ、タイププロフ、ソルベ、それからデバッガー、IRB、パーザー、RubyLSP とかですね、他にもまだたくさんあると思いますけれども、そういうツールがヘルプしてくれます。で、もっとたくさんのツールがあれば、もっと生産性が高くなりますし、で、Ruby3 以来ですね、私たちはそのツールの改善に対していろんなことをしてきましたし、で、Ruby 会議の発表を見れば分かるようにですね、たくさんのツールが登場し、で、そのツールはどんどん改善されてきました。本当に素晴らしいことだと思います。で、これからもですね、ツールの改善というのは提供していきたいと思いますし、また、AI を使ったツールというのもこれから登場すると思います。それは AI からより良いクオリティの Ruby のコードをもらうっていうのもそうですし、逆に作り出したコードを AI に反映するっていうこともできるかもしれません。いずれにしてもですね、ツールが私たちを助けてくれると思います。余談なんですけど、生産性っていう言葉を使うときに結構2つの意味があって、人間が楽して開発できるっていう意味の生産性と、それから儲かるかどうかっていう観点の生産性があるんですが、私たちが少なくとも Ruby 会議で生産性っていうときは、人間が楽できるかというような観点で話をするのに、会社に行くとですね、途端に儲かるかどうかっていう話になるんですね。で、これ、通訳と打ち合わせなしで話してるんで大丈夫かなで、儲かるかどうかの話をすると、人間を切り離すと安いんですよ。全部 AI に作らせた方が安い。で、だけど、それ楽しくないんですよね。さっきも言ったけど。で、楽しい AI の使い方をしないといけないなっていう話をしました。ごめん、余談でした。戻りますね。で、パフォーマンス。で、みんなパフォーマンス大好きなんですよね。どうかしてるんじゃないかと思うんですけど。で、そんなにパフォーマンスが大好きならなぜか Ruby を使うんですよね。
でもですね、やっぱ早い方がいいんですよね。みんな早いプログラムは好きなんですよ。で、正直ですね、私はですね、早いプログラムを作る才能がなくてですね、私がインタープリター作ってた頃って1.8より前なんですけど、Ruby は遅い言語として非常に有名だったんですね。PHP よりも遅いし、Python よりも遅いし、Perl よりも遅い言語だったんですけども、で、笹田さんがですね、バーチャルマシンやる部を入れてくれたおかげで、Ruby 随分速くなって、PHP や Python と並ぶぐらい、あるいは時々速くなるぐらい速度が改善されました。それからですね、ブラッドがですね、MJIT を提案してくれて、で、国分さんがそれをマージしてくれて、いくつかのベンチマークにおいて Ruby はとても速くなりましたが、Rails アプリケーションは全く速くならなかったんですね。で、そんなことを言ってたら、マイクロベンチマークで速くてもね、とか言ってたら、マキシムと Shopify の人たちが来てですね、YJIT を導入してくれて、Rails アプリケーションでも 10%、20% 速くなった。本当に素晴らしいですね。爪の赤をください。で、ですね、で、私じゃないけど、Ruby コミュニティ全体としてはですね、Ruby を速くするために様々な努力をしてきました。Ruby は、なかなか速くするのは難しい仕様になってるんですが、それは誰のせいかっていうと、私のせいです。が、さらにこれ以上速くしようというふうに思っています。なぜならば、みんな速いのが大好きだからですね。で、この Ruby 会議、松山での Ruby 会議においても、例えば JIT の話がありますと、GJIT をアップストリームにします。あるいは入ります。それから、国分さんでオプティミゼーションの話、脱最適化の話をしてくださいました。アーロンは、クラス入について、改善して早くするって話をしてくれました。あるいは、ラクターとかですね、コンカレンシーの話も今年はありました。で、プログラマーっていうのはですね、やっぱり目の前の問題を解決することを考えないといけない。それは当然のことだと思うんですね。だけど、じゃなかった。だから、短い期間、短期的に考えると、その他の言語に負けているっていうのは事実だと思うんですね。例えば、AI が読み込んでいる、プログラムのコードの量から言うと、JavaScript や TypeScript のが Ruby より圧倒的に多いだろうっていうのは想像ができます。あるいは Python も Ruby より多いだろうと思います。で、そういうことを考えると、その点において競争すると、まだまだ勝てないっていうのは、事実だと思いますが、長期的にはですね、先ほど言ったような Ruby の良い特質がいい風に出れば、我々が世界制覇する未来というのはですね、ワールドドミネーションですよね。世界制覇をするという未来はですね、あり得る未来だと思います。少なくともですね、世界の言語が Ruby に統一されるってことはなくてもですね、Ruby がメジャーな言語として、あるいはなんていうの、生き延びる言語としてですね、存在することができるんじゃないかなと思います。マクシムの ZJIT のプレゼンテーションを見た人がいるとですね、これから20年生き延びる JIT を作るって言ったんですね。Ruby は20年、あと20年安泰ということですね。いいな。まだ生きてるかな。はい。そのためにですね、私たちができることたくさんあります。さっきのデータの領域、ツールの領域、パフォーマンスの領域、どれ一つとってもですね、私たちができることすごくたくさんあります。もちろん、それらの、行動一つ一つの中には、中で働いている人がいて、で、頑張っているからこそできるわけなんですけども、だけど、オープンソース開発者って、割とですね、報われない感じの人が多いんですよね。働いても、ありがとうって言ってくれるのはいいんだけど、ありがとうでお腹いっぱいにならないんですよ。で、そうすると、例えば、よその言語ではありますが、オープンソースすごい頑張ってきたのに誰も私を支えて、経済的に支えてくれないとか言って、ふてくされて、コミュニティが去っていく人とかもいるんですね。で、そういうことを考えると、開発者を一人にしないで、一緒に来ていただくというふうなことがあります。今朝のRuby コミッターザワールドの時もですね、壇上に並んでいるオレンジの T シャツを着た人たちと、それから客席にいらっしゃる皆さんの間にはですね、もしかするとものすごい距離を感じている人がいるかもしれないけども、実はそこまででもないんですよね。
で、コミュニティの中にはものすごく若い人今はものすごく若い人はいないな、かなり若い人とか、あるいはプログラミングを学び始めた経験が割と新しい人とかですね、いろんな人がいます。そうすると、自分のやりたいことがもし見つかればですね、簡単にこっちに来ることができるんですね。Ruby のコアでなくても、例えば何かのジェムであるとか、何かのフレームワークであるとか、何かの仕組みだったり、ドキュメントだったり、いろいろできることもあると思うんですね。ぜひ私たちはそちらの皆さんを、歓迎します。私たちはコミュニティです。私たち、そうだね。私たちがコミュニティです。私たちが力の源泉になります。人の集まり、コミュニティがその力の源泉になります。で、それはRuby の力ですね。皆さんがいることが、Ruby の力になります。で、その Ruby の力がより強まるようにですね、松山で来てくださってありがとうございます。いい街ですね。私昔松山に住んでたことあるんですよ。39年ぐらい前に。2ヶ月だけ。だから、でも街が全然変わって何も思い出せないんですけど。で、何の話だったっけ？そう。なんだけど、皆さんの力、あるいは今日来れなかった人たちの力も含めてですね、考えるときに Ruby ができること、あるいは Ruby のためにできること、もっともっとたくさんあると思うんですね。ぜひ私たちのところに来て、一緒に、何か一緒にやろうというふうに言ってくださればと思います。で、今日のメインの話はここまでになりますが、ちょっと時間が余ったので、通訳さん出したスライドここまでだったんですけどでもさっき補足で出したから間に合うかな。じゃあもう一つね。1995年の12月21日に、最初の Ruby がリリースされました。0.95 っていうバージョンですね。1.0 にしてから出せよって感じもありますけれども。で、ということは、今年30年なんですね、今年の12月。はい。Ruby の30周年は、Ruby の作り始めた時からカウントして、2013年の、2013年に Ruby3.0、違う、2020年いつ出した2013年に 2.0 を出して、で、2020年に 3.0 を出したんだよね。数字間違えてね。で、そうする、リリースしてからカウントすると、今年が30周年なんですよ。で、このまま順当にいくと、去年 Ruby3.4 を出したので、今年はその次なので Ruby3.5 が出るんですよね。なんだけど、30周年を記念して、Ruby4.0 にするのはどうだろうっていうふうに、去年の年末に柴田さんと話してる時にそういうアイデアが出たんですね。確かに30周年はマイルストーンなので、いいアイデアだなと思ったんですが、でもその割にはね、あんまりなんていうの、踏ん切りが出て、なんか2.0 とか 3.0 とか、それぞれいろんな大きい機能が増えたので、その機能を記念してみたいな感じで出したので、ちょっと悩んでたんですよね。で、それでですね、今年4月1日にで、私たちは Ruby4.0 を見ますって、でもリリース日を見てくださいっていう、ポストした日を見てくださいって言ってこうやって書いたんですよね。で、4月、エイプリルフール、だから、ちょっとずるいですよね。もし出たら、ほら言ったでしょってもし出なかったら、エイプリルフールでしょって言おうかなっていうふうな、ちょっとずるい、根性がですね、ちょっと見えちゃってるんですが、でもですね、この Ruby 会議の会場で、いろんな人と話をして、出ます。多分。Linux スタイルでいこうかなというふうに思ってて、つまり Linux ってのは何か特別な機能が最初はそうだったんですけど、今の Linux って特別な機能ができたから、この機能ができたからバージョンを上げるとかじゃなくて、なんか、
ちょっと気分を一新するために、こう、なんて、5.0 から 6.0 に変えますみたいな感じなんですよね、今ね。で、セマンティックバージョニングと全く逆方向に行ってるわけなんですが、Ruby もこっちで行こうと思います。セマンティックバージョニング大変だからね。で、ので、入りそうな機能としては、実験的なネームスペースと実験的な ggit が入りそうです。ありがとうございます。私が作ったわけではないので。はい。実験的なネームスペースは何ぞやみたいな話ですが、タコモリさんの話を聞いた人もいるかもしれませんが、名前空間を、分離します。で、そうすると、なんていうの、偶然の名前がぶつかってしまうようなことを避けることができますと。かつ、なんていうの、リファインメントと組み合わせることができる、組み合わせるので、そうすると、このネームスペースの中だけ、クラスの動きが違いますみたいなことも書けるようになる予定です。はい。次。で、ですね、言語仕様的には、ネームスペースっていうオブジェクトがクラスができて、それに対して操作できるっていうだけなんですが、最終的にはですね、パッケージマネージャー、GEM と、組み合わせて、この GEM を読んできたら、その GEM の内容はある特定のネームスペースの中にロードされますと。で、そうすると、例えば、なんだ。例えば RSpec っていうテストフレームワークって、なんかいろんなもの生やすんですよね。なんか it とか describe とか、なんかいいんだけど。で、その、it とか describe とかを特定のネームスペースに閉じ込めて、他のところでは、そのメソッド見えないみたいなことができるようになる予定です。はい。で、もちろんその各ジェムが個別に対応しないとそうはならないので、4.0 が出たらすぐそうなりますというわけではないんですが、そういう未来を見据えています。大体ね、私は Ruby の話をするときに、それって、数年先にならないとちゃんと使い物にならないので、気長に待ってください。次ですね。エクスペリメント ggit ですね。マキシブが話をしてくれたので、それ聞いた人はわかると思いますけれども、今は、トレーシング JIT なんですけども、YJIT は、今度メソッド JIT になります。それから、SSR、単一代入中間表現ですね。SSRIR を採用するそうです。で、あと、その JIT コンパイルの結果をファイルに書き込んで残しておくことができるようになるので、そうすると同じアプリケーションを何回も起動するたびごとに、そのゼロからマシン語にコンパイルするみたいなことについてしなくても済む。ので、JIT タイムが劇的に削減されるっていうことを話をしていて、だいぶ期待しています。JIT も、3.5 で、4.0。4.0 が出た暁にはすぐ使い物になりますとか、すぐプロダクションレディですという話にはならないと思うんですが、ただですね、これもまた未来にですね、本当に大きな可能性を広げてくれるんじゃないかなというふうに考えています。で、この2つ両方とも完成はしてないので、現時点で、明日入りますというわけではないんですが、ちょっと作っている人たち、ネームスペースだと田子森さん、ggit だと、Shopify の、Ruby インフラチームの人たちとですね、話をして、近いうち、多分来週とか、再来週とか、それぐらいのレベルで、いや、田子森さん、ほんでいい？ダメ？やっぱダメ？ダメって言われた。いいや。で、比較的近い時期に、アップストリームにマージするように話をしています。説得に失敗しました。ただですね、まだ12月にもうちょっとあるんで、何回か話をしようと思います。はい。で、ただね、私、キーノートで、誰にも相談せず適当に喋るので、で、やっぱり 4.0 ダメですね。なる可能性がちょっと残ってるんですが、その時は、やっぱりエイプリルフールだなって、今日エイプリルフールじゃないし、思っていただければと思います。はい。私からの話はですね、ここまでになります。未来を感じさせる希望に満ちたキーノートをお届けいたしました。このキーノートはですね、島根県松江市にありますネットワーク応用通信研究所、通称 NSCL とですね、最近私が作った、OSS ビジョンという会社、最近じゃない、去年、一昨年だ。で、それからですね、私に対して直接、経済的支援をしてくださる GitHub スポンサーズの皆さんの提供でお送りしました。特にですね、GitHub スポンサーについては、
は、このビルドカイト、ジェットブレイン、ショッピファイのこの3社はですね、かなり大きな額のですね、GitHub スポンサーをくれていますので、特に感謝いたします。ありがとうございます。ジェットブレインとショッピファイとビルドカイトに、感謝します。はい、ありがとうございます。大口献金者ってやつですね。はい。そして何よりですね、私の生活とモチベーションはですね、皆さん Ruby コミュニティによって、支えられていますので、Ruby コミュニティの皆さん、特にですね、わざわざ松山で来てくださった皆さんどうもありがとうございます。はい。私のキーノートはこれで終わりになります。この後、クロージングセッションの後、Ruby 会議はありますが、多分最後の夜もだいぶ楽しむ方がいっぱいいらっしゃると思いますので、お体に気をつけて飲みすぎないように、食べすぎないように、気をつけていただければと思います。今日はどうもありがとうございました。